いらっしゃいませ。このチャンネルでは包丁研ぎやお料理をより楽しむための情報をお届けしていきます。切り口独特。研ぎイソピオ。Здравствуйте, это очень приятно с вами познакомиться. さて近況トークなんですけども、ウプ主サーフィンでまた怪我をしてしまいました。またやっちゃった。血は嫌いなのに。いやー、命がけだなー。白目向いて倒れてるのを見た時は一時はどうなることかと思ったよ。私こういうかわいそうな話大好き。ワクワクしませんか皆さん。笑えない？え、何それ？私のことを変態だと思っている目です。はあ？何のことでしょうか？嘘です。あの目は嘘の目です。キモいんですけど。彼女のことは無視して今は私の話を聞いてください。さてと、今日は何をするんですか？今回は増えた天然砥石で産地当てクイズをしてみようと思います。10個あるんですよ、10個。美しさと優しさを兼ね備え、何事にも一生懸命。一度やってみたかったんですよ。はい。おー、めっちゃいい。あれとか。それでは皆さん、最後までご視聴ゆっくりしていってね。よーし、それじゃあ早速ではよろしくです。まずはこちら。1。なんだろう。なんだったかな、ちょっと忘れちゃったんだけど、なんか分かる人にはなんか刺さりそうな私の好物です。忘れっぽい私が鮮明に覚えてるんだもの。忘れないで、あなたも。知りたいこれ。教えてもらえる？そんな風になっちゃった理由。知れないね。わかんないね。これ私もちょっと謎なんだよね。で、何さ、そんなことも知らないの？君はメガネのくせにこの程度の問題もわからんのかね。そんなことじゃモテないわよ。ギク。本当にちょっとよくわからない。いやー、まあ本当にこれに関してはちょっと何なんでしょうかという感じなんですけど、わかる方にはわかるかなっていう感じなので、考えてなかったわけじゃないんだけど、何という方、私も何って感じなので大丈夫ですよ。はい、みんなで歩幅を揃えて考えていきましょう。こちらの産地は天然砥石の中でもダントツの人気です。そうは見えなかった？丸々らしい効いたカラス模様入りの砥石で大変綺麗な一品です。ややカラス模様が少ないですが、硬すぎずしっとりとした優しい研ぎ感です。なるほど。深いっすね。研いだ刃物も見てください。優しくしっとりとした深みのある鏡面になりました。はあ、一斉のでね。はあ、よかったですね。あんなドキドキの経験は全くなく。でも、だからこそ憧れというか、なんというか、そんなのがごちゃ混ぜになって余計に心の底からワクワクしました。分かっていただけたかな、私のこの感性。ほう、少しは心得があるようだな。ある。不満なんてあるわけないだろ。あるなんて言ったらブスッといくぞ。わかりました。では発表しましょう。投げ貯めるぜ。正解は中山愛笹草のカラスでした。どうでした皆さん？こんなはずじゃなかったのに。ぐく。わかったかな？これでまたお利口さんになったね。では次。これとか超可愛いですよ。可愛いと思うの？センスがやばいよ。センス。私の顔に何かついてますか？いいのその顔を見ればわかる。ねえ、これなーに？少し離れて。なんなんだよこれ。私も頑張らなきゃ。わからないことがあったら聞いてね。皆さんいいですか？耳の穴をかっぽじってよく聞くように。では行きます。お好きなお魚ベスト3を聞きたいです。いかがでしょうか？つまんねえこと聞くなよ。で、第1位はね、トロ。もう激うまかったよ。それで具体的には。誰のトロはちょっと考えたことなかったな。誰のトロかな？何ですか？だからつまんねえこと聞くなよ。尺を使う。ありがとうございます。はい、じゃあ次。私はもうダメかもしれないよ。そう？じゃあなんとなく説明するよ。はい？私の責任？冗談やめてくださいよ。私は言われた通りに動いただけです。人のせいにして逃げ出そうってわけね。もうここでフィックス。
こちらの砥石ですが、大平の打ち曇りと偽って販売されることがあるようです。理由としましては、大平山の反対側に坑道があり、よく似たものが産出されていたことが挙げられます。こちらの砥石は少し固めで粒子が細かく薄曇りになる特徴があります。なるほどね。意外としたたかなこと考えるわね。じゃあここね、マジでもう一回よく考えてみてよ。じゃあスタート。いい匂い。すごいね。いい香りがするよ。難しい。どうしようかな。こんなに悩むことはないですよ。ぷぽーん。オーケー、発表します。どうでした？ゾクってしました？次。次3。難しい。これもやだ。どうしようかな。とにかくなんと言おうと参加してもらいます。これはもう決定事項。いい？悩むな。いやー、難しくないこれ。先輩、邪魔ですよ。頑張って解いてみせるからね。どりゃー、どんとここいつやべえって思われてるな。とはいえ、どの界隈もそうでしょ。マニアとかオタクだったり、こう極めてるものってもうみんなそこに情熱が向くから。そうそうってなわけあるか。変なコレクターとかになって変なもの集めるの禁止ね。でもその前に聞いていいですか？これもらっちゃっていいのかな？じゃあこの子はありがたく私がもらっていくよ。ダメ。話を聞いてなかったの？ダメに決まってるでしょ。全員で守って全員で攻める。私はそんなチームを作りたい。そんな顔してもダメ。私ってみんなが思うよ以上にケチなんですね。確かにそうかもしんないけど、あんまりそういうことはっきり言うのはやめようよ。はい。いや本当に。ということで、こちら皆さんどうですか？とっても特別感がありますよね。そして高級というかちょっとこう種類も少なかったり取れる量も少なかったりして、なかなかこう希少な存在であります。だがしかし値段無理だよ。ダメなの？どうしても？ダメダメよ。でも私ってほら言えないの。そういうの言いそうじゃん。すいません。いや言うかもしんないんだけど、実際の私は言えないのよ。みんなこのことは内緒でね、よろしくお願いします。紹介の時間長すぎ？そうですか。じゃあ行くよ。この砥石に水をかけて包丁を研いでいきます。了解。よし、それなら着替えて練習を始めるとしますか。イエスさこちらの砥石ですが、日本刀を研ぐ時などにも使われる京都採掘のレンゲが混じったカラス模様の一品です。中間よりやや固め、地引き向きの打ち曇りです。研磨力が程よくあり、刃を曇らせるのに重宝され、日本刀、本焼き包丁などの刃文だし、鍛え肌、霞仕上げ、化粧研ぎなどにおすすめです。行ってきまわかった。わかんないけどやってみよう。よし、それじゃ2人1組に分かれて始め。よし、ということで一回落ち着いて、どうするみんなどうするね。みんなどうする？ポクチーン。さあいかがでしょう皆さん。じゃあ発表させていただきます。じゃん。正解は大平山打ち曇りの砥石でした。おー、確かに。はい、じゃあ次行きましょう。4。なんじゃこりゃ。ちょっと何なんでしょうかっていう感じなんですけど、ちゃんと検索すると出んのよ。本物か。違うって。残念。次行ってみよう。まだ休憩には早いですよ。ほっほっほ。テンション有頂天だよ。うっさい。違うって言ったら違うのよ。マジで。なんてね。違うわ。結構違うじゃない。やっぱりね。私も緊張してたんだな。あくまで可能性なので気にしすぎかもしれませんが。嫌がらせですか？何ですか？何か間違えていましたか？このおばあちゃんおじいちゃんごめんなさい。
どうしよう、これで私を応援してくれてる70代以上の方々がみんな今もうファン離れしたかもしれない。お困りでしたら手伝わせていただきますが、ただ失敗はまずいですよね。大丈夫です。信じていますから。なんだろう、火薬の匂いがする。大丈夫でしょうか。うわー、いきなり襲いかかるなんて誰ですかあなた。おこです。激おこです。今だってかなり怒ってます。イラッとくるこれ。ダメだ、これは別がいいとなりました。そうなんですか。わかりました。ありがとうございます。こちら頑張りたくない。こうなんとか頑張ってください。それではちょっと大発表をしたいと思います。これね、なんと偽天然砥石でした。砥石ではなくただの石。産出地は不明でした。もう悲しいよね。間違いありません。その通り。本物を語るには本物をもってするしかない。実はこれ知ってました。私はそれが許せなくて、でも自分ではどうにもできなくて。大きな声を出さない限り誰にも聞かれないと思います。ただそのためには協力者が必要ね。みんな私に力を貸して。自分にできないことがあっても諦めることなく、とりあえず前に進む。みんなもメッセージたくさん送ってきてください。かしこました。もし捕まっちゃったらこんなことに。はい、これは失礼案件。ただただ失礼な案件ですけど、もう本当になんて言うんだろうね、もう本当にやめて。今日からお前は世界で一番ダメなクズ。そうだよ、君。静岡塩漬け。静岡。じゃあ次行きますか。じゃあ次。これはまさか。まさかあなたが来るなんて。大丈夫かな。なんだろう、何かが始まる予感。もうこの悲しみをどうすりゃいいの。だがしかし油断大敵。でもここまでです。私は前へ行く。決して振り向かない。熱く忘れられない撤退戦になる。古文をお祈りしています。キャラが違う。空気が読めないとかそういうレベルじゃないね。ずっと一人将棋を指し続けましょう。みんなはそんなこと言わないもん。そんなに言われた経験はないな。とても面白い映像になっているかと思います。たくさんいろんな撮影挑戦してるんで、今年もよろしくお願いいたします。だからこう程よくなんていうの、緩めるところは緩めて、かっこいいところはかっこよく決めたいですみたいな。ではここで年始の放送恒例である今年の目標を一筆したためたいと思います。今更考えるまでもないような気がするけど、これはやるよ。全力でやらせてもらう。いくね。ウプ主の今年の目標は毎月1本動画をアップすることです。すでに最後の動画から114日経過してしまいました。すごい。そんなに期間空いてたんだ。刺身にして食べたいな。刺身。寂しい。寂しいか。刺身って言わなかった今一回だけ。言ってないです。言ってないです。刺身。寂しい。はい、そこまで。ということで皆さんありがとうございました。次からはちゃんと出して。わかりました。その覚悟に応えて僕も全力でいきます。待っている人のためにも私たちは帰らないと。一生懸命演じているので皆さん楽しみに待っていてください。じゃあ次行きましょう。こちらの産地のアサギはカッチカッチで硬い長古というイメージをお持ちの方が多いのではないでしょうか。素直に好きって言えるかな。それも
自分で貯めたお年玉とかで買いました。この砥石はご覧のように敷き止まえ層に本土米が貫入しています。そのため研ぎ感はカチカチではなく、本土米の滑らかで優しい研ぎ感でした。これなんか硬そう。ではここからはこちらのコーナーをお届けします。思いつく限りの可愛い言葉を5つ言ったら包丁が光り輝くと思います。はい、ということで包丁を研いでいきます。頑張って。アンニュイ。プリンはデザートだよ。初恋。うさぎ。マカロン。ラベンダー。焼きうどん。チュルル。焼きカレー。焼き鮭かな。もうほんと悔しいです。じゃあもう言っちゃうね。筑前煮。ごめん。おいなんでだよ。しょぼーんってしました、私は。ありがとうございます。大変参考になりました。では発表しましょう。正解はオズクの砥石でした。おお、続くぞ。やったー、すごーい。すごいよ。わかったかな。これでまたお利口さんになったね。みんなありがとうございます。私はもう間違いません。ということで今回は終了です。本当に皆さんなんていうの、気軽にお咎めの言葉をください。うわ下手。うわ私も下手。みんなも忙しい日が続いていると思いますが、お体に気をつけてお仕事頑張り本です。まだまだ今後も続けていきますので楽しみに。あら、もう終わり？はい、今回は終了です。だから今は露骨な宣伝。たまに利用しよっかな。なるほど。あ、なるほど。そういうことなら私に任せなさい。します。ついでに教えといてあげるけど。何？チャンネル登録、コメント、評価。どうかお願いします。